春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。前回の続きで、今回はヘキサゴン、六角形のスタティックメッシュをレベル上で XY 座標に配置してみようと思います。スタティックメッシュを座標に配置してみた、その2、ヘキサゴン。早速、作ってみましょう。1、ヘキサゴン。六角形スタティックメッシュの作成。ブレンダーを使ってヘキサゴンのモデルを作成します。その際、UV 展開してテクスチャも作成します。1-1、モデル作成。デフォルトのキューブやカメラは不要なので削除します。キーボードの A を押して全選択します。デリートで削除します。ペンキーの1を押して正面にします。シフトプラス A、メッシュ、円を配置します。左下の円を追加を展開します。頂点を6にします。ペンキーの7を押して、上から見ると、六角形になってますね。ペンキーの1を押して、正面にします。タブキーを押して、編集モードにします。0.1 メートルだけ上に押し出します。全選択状態で、E キーを押して、マウスを上に持っていくと、上に押し出すことができます。Z 軸方向にまっすぐ押し出したいので、Z キーを押すと Z 軸で固定されます。そのままペンキーで 0.1 と打ち込むと 0.1 メートル Z 軸方向に押し出すことができます。エンターキーを押して確定します。マウス中央ボタンを押しながらマウスを動かすと原点を中心に表示を動かすことができます。面を貼ります。横の頂点を2つ選択します。1つ選択してシフトを押しながら選択すると2つ選択できます。F キーを押します。自動で4つの頂点を選んで面を貼ってくれます。続けて F キーを押して上部の面を埋めます。下部の面も同じように面を貼ります。六角形のモデルができましたね。1-2、UV 展開。テクスチャを作成するために UV 展開します。立体を平面に展開するってことですね。UV 展開するには、モデルに切れ目、シームを入れます。フルキーの2を押すか、選択モードで変選択ボタンを押して、変選択にします。オルトキーを押しながら、中心の辺を選択すると、一周ぐるっと選択できます。右クリック、シームをマークを選択します。辺が赤色になってシームを入れることができましたね。UV 編集に移動します。UV 選択を同期をクリックして有効にします。右のモデルのレイアウト画面で A キーを押して全選択します。左の UV 編集画面で右クリック、展開を選択します。UV 展開ができましたね。配置を整えたりするのですが、今回は右のモデルのレイアウト画面で面選択にします。右クリック、面を UV 展開、ビューから投影にします。UV 展開がレイアウト画面に表示されている状態になります。左の UV 編集画面でスキーを押して、マウスを動かして大きくします。左クリックで確定します。中心でスキーを押してしまうと、少しマウスを動かしただけで大きく動いてしまうので、コツとしては、少し離したところでスキーを押すと扱いやすいです。1-3、テクスチャペイント。テクスチャを作成します。テクスチャペイントに移動します。上部のクラス新規で新しい画像を作成します。名前を TX ヘキサゴンにします。512×512 ピクセルにします。アルファが有効であることを確認します。新規画像をクリックして、テクスチャ画像を作成します。縁を白く塗ろうと思います。色を白色にします。マウスの左ボタンを押しながら動かすと色を塗ることができます。まっすぐに線を引きたいので、ストーク方法をラインに変更します。このままだと境界がぼやけるので、減衰をなしにします。減衰、一定を選択します。ブラシが太いので小さくします。F キーを押します。マウスを動かすと大きさを変えることができます。ちょうどいい大きさの時に左クリックすると、大きさを固定できます。準備ができたので縁に沿って線を引いていきます。画像、名前を付けて保存で、保存先フォルダにテクスチャを保存します。アルファ値が欲しいので RGBA で保存します。ファイルフォーマットは、今回は、TAGA、TGA 形式の RGBA にします。画像を別名保存をクリックして、保存します。保存先フォルダに保存されます。
の4、FBX エクスポート。作成したモデルを FBX でエクスポートします。レイアウトに戻ります。このままエクスポートすると厚みがないモデルがエクスポートするので、モデルに厚みをつけます。モデファイアを追加、生成、ソリッド化を選択します。ファイル、エクスポート、FBX で保存先を指定します。ジオメトリ、スムージングを面にします。モデファイアを適用が有効になっていることを確認します。ファイル名を SM ヘキサゴンにします。FBX をエクスポートをクリックして保存します。ブレンダーでの作業は以上です。ブレンダーを閉じます。UE エディタにインポート。作成したスタティックメッシュとテクスチャを UE エディタにインポートします。SM ヘキサゴンをエディタにドラッグします。インポートローテーションを Z270.0 度にします。すべてインポートをクリックしてインポートします。SMX をレベルに配置します。ちゃんとスタティックメッシュができてますね。テクスチャもインポートしましょう。TX ヘキサゴンをエディタにドラッグします。マテリアルを作成します。M ベースを右クリックしてマテリアルインスタンスを作成します。名前を M ヘキサゴンにします。ファイルを開きます。詳細パネル、パラメータグループ、グローバルテクスチャパラメータバリューズ、テクスチャを有効にします。TX ヘキサゴンをセットします。グローバルベクターパラメータバリューズ、エミッシブカラーを有効にします。色を指定します。今回は R0.0、G10.0、B10.0 にします。ベースカラーを有効にします。今回は R0.0、G1.0、B1.0 にします。保存して閉じます。作成したマテリアルインスタンスをスタティックメッシュに設定します。SM ヘキサゴンを開きます。マテリアルスロットに REM ヘキサゴンをセットします。保存して閉じます。3、ヘキサゴン座標用のアクタを作成。ヘキサゴン座標用のアクタを作成します。BP スクエアアレイズを右クリックして複製します。名前を BPX アレイズホリゾンタルにします。ファイルを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。スタティックメッシュのデフォルト値を SM ヘキサゴンにします。コンパイルして保存します。レベルに配置します。詳細パネル、デフォルト値、XS ディスタンスを 60.0 にします。YS ディスタンスを 50.0 にします。スケールを 0.3、0.3、0.3 にします。隙間が空いているのでこの隙間を埋めます。X が奇数の時は横、Y 方向にずらします。BPX アレイズホリゾンタルを開きます。X コーディネートのディバイドノードより、モジュロノードを配置します。下のピンを2にします。出力ピンより、イコールノードを配置します。下のピンを0にします。2で割った余りが0の時は、偶数になり、それ以外の時は奇数です。メイクベクターノードを削除します。代わりに、セレクトベクターノードを配置します。セレクトベクターノードは、ブーリアン値ピック A が true の時は、A が返されます。それ以外は B が返されます。ピック A に、偶数判定のイコールノードをつなぎます。A 側が偶数の時で、B 側が奇数の時になります。A ピンを構造体ピンを分割します。B ピンを構造体ピンを分割します。偶数の時はそのままなので、AX に XS 側をつなぎます。AY に YS 側をつなぎます。奇数の時は Y 方向にずらしたいので BX に XS 側をつなぎます。BY はアドノードを間に配置して YS 側を BY につなぎます。下のピンを右クリックして変数へ昇格します。名前をオフセットにします。インスタンス編集可能を有効にします。コンパイルして保存します。詳細パネル、デフォルトにオフセットが追加されています。オフセットを YS ディスタンスの半分の 25.0 にします。XS ディスタンスを 45.0 にします。綺麗に埋まりましたね。4、縦方向のヘキサゴン座標用のアクタを作成。縦向きに並べてみたいと思います。BPX アレイズホリゾンタルを複製します。名前を BPX アレイズバーティカルにします。ファイルを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。変数 XS の変数目を ZS に変更します。変数 XS ディスタンスの変数目を ZS ディスタンスに変更します。
セレクトベクターノードの AX を AZ につなぎ替えます。BX を BZ につなぎ替えます。メイクトランスフォームノードのローテーションを Y90.0 にします。一旦、コンパイルします。変数のデフォルト値を変更します。ZS ディスタンスを 45.0 にします。IS ディスタンスを 50.0 にします。スケールを 0.3、0.3、0.3 にします。オフセットを 25.0 にします。コンパイルして保存します。レベルに配置します。縦向きになりましたね。5、スポーン用ヘキサゴンアクタの作成。スタティックメッシュにコリジョンをつけて破壊できるようにしてみようと思います。スポーン用のヘキサゴンアクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BTX ピースにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、スタティックメッシュコンポーネントを追加します。詳細パネル、スタティックメッシュにレス M ヘキサゴンをセットします。コンポーネントパネルのプラス追加より、スフィアコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、形状、スフィアラディウスを 100.0 にします。コンポーネントパネルのプラス追加より、アローコンポーネントを追加します。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップノードを追加します。アザーアクターより、キャスト 2BT サードパーソンキャラクターノードを配置します。アドカスケードパーティクルシステムコンポーネントノードを配置します。キャスト 2BT サードパーソンキャラクターノードにつなぎます。詳細パネル、パーティクル、テンプレートに T エクスプロージョンをセットします。アローコンポーネントを配置します。アローコンポーネントより、ゲットリラティブトランスフォームノードを配置します。リターンバリューをリラティブトランスフォームにつなぎます。ディレイノードを配置します。アドカスケードパーティクルシステムコンポーネントノードにつなぎます。デストロイアクターノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。6、スポーンするヘキサゴン座標用のアクタを作成。スタティックメッシュがスポーンするアクタを作成します。BTX アレイズバーティカルを右クリックして、複製します。名前を BTX アレイズバーティカルスポーンにします。ファイルを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。コンストラクションスクリプトのオドイカを切り離します。コンストラクションスクリプトのオドイカを切り取ります。イベントグラフに移動します。貼り付けます。スタティックメッシュの指定と、インスタンススタティックメッシュの配置は不要なので削除します。フォーループノードと変数インデックス、セットノードは不要なので削除します。サブトラクトノードの出力ピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前を MAX インデックスにします。イベントビギンプレイノードにつなぎます。カスタムイベント EV スポーンを作成します。変数 MAX インデックス、セットノードに EV スポーンをつなぎます。スポーンアクターフロムクラスノードを配置します。カスタムイベント EV スポーンにつなぎます。クラスにスポーン用ヘキサゴンアクタ BTX ピースをセットします。スポーントランスフォームとメイクトランスフォームノードをつなぎます。コリジョンハンディングオーバーライド。オルウェイズスポーンイグノアコリジョンにします。スポーンする速度を指定します。ディレイノードを配置します。スポーンアクターフロムクラスノードにつなぎます。デュレーションを 0.01 にします。インデックスを更新します。変数インデックス、セットノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。変数インデックス、ゲットノードを配置します。変数インデックス、ゲットノードより、アドノードを配置します。下のピンを1にします。変数インデックス、セットノードにつなぎます。マックスインデックスを超えるとスポーンしないようにします。変数インデックス、セットノードより、レスイコールノードを配置します。変数マックスインデックス、ゲットノードを配置します。レスイコールノードの下のピンにつなぎます。レスイコールノードより、ブランチノードを配置します。変数インデックス、セットノードにつなぎます。インデックスがマックスインデックスを超えなければトゥルーに処理が流れます。インデックスがマックスインデックスを超えるとフォールズに処理が流れます。トゥルーに EV スポーンノードをつなぎます。コンパイルして保存します。レベルに配置します。起動してみましょう。
ヘキサゴンの障壁ができましたね。キャラクターがぶつかるとぶつかった箇所だけ破壊されましたね。設定ファイル。魔法のヘキサゴン障壁っぽいのが作れましたね。なぜ作ったかって、早々のフリーレンを見てたからだよ。魔法におけるヘキサゴン障壁演出のメリットは、視覚的なインパクト。ヘキサゴンの形状は目を引き、強力な魔法のシールドやバリアを示すのに適しています。シンボリックな意味。ヘキサゴンはハニカム構造。ミツバチの巣を連想させ、自然界の強度と耐久性を象徴することができます。技術的な説得力。現代のゲームでは、ヘキサゴン障壁は高度な技術やエネルギーを示すため、設定やストーリーテリングに説得力を与えます。物理的な安定性。ヘキサゴンの形状は、力の分散が均等になるため、物理エンジンでの衝突判定や反応がスムーズになります。効率的なレンダリング。ヘキサゴンは正方形や長方形よりも簡単にレンダリングでき、パフォーマンスに影響を与えにくいです。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。